皆さん、こんにちは。大阪の堺で小児科を開業している佐藤です。アトピーの相談の際の話を皆さんにも聞いていただきたいということで、この YouTube を作っています。今日は佐藤光子のステロイドのその4です。その2で赤ちゃん、子供のアトピーを治すコツについてお話ししました。今日は自由に書かせるということについてお話ししたいと思います。書いてほしくないという親の気持ち、皆さん同じです。でも、あなた自身、かゆい時は書きませんか？人の誕生以来、人類はかゆい時は書いて、かゆみをコントロールしてきたのです。書くということは理にかなったことです。大人が書くのに、子供に書くなとは言えません。書かないようにすればするほど、かゆみが我慢できなくなり、思い切り書いてしまいます。蚊に噛まれた時に、一度書かずに頑張ってみてください。そしたらわかると思います。中にはズルズルになっても血が出ても書き続ける子供もいます。皮膚を引きちぎるように強い力で書く子もいます。そうすると余計書かせたくないと思うのが親心ですが、それは悪循環になってさらにどんどん書くことになってしまいます。バギーの金具で書く2歳の子供が来ました。乗ってきたバギーの金具で腕をかきます。やめない。ナイフを研ぐように、こういうふうにシュッ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 って書くんですよね。血まみれ状態なんです。けれど、書いている子供は痛みを感じてないんですね。痛いと感じればそこまで書けません。書いても書いてもかゆいんです。延々と書き続けました。この子供はなぜそこまで書かないといけなかったのか。自由に書かせてごらん。かゆいと言ってきたら書いていいんだよって言ってあげてください。かゆいと言ってきたら書いていいんだよって言ってあげてください。かゆいと言ってきたら書いていいんだよって言ってあげてください。そうすると、かゆいって言ってこなくなります。だって言っても同じ答えが返ってくるんですから。次のこともしてはダメです。言ってもダメ。書いてる姿をじっと見る。ダメです。目や外陰部は書いてはいけないという。これもダメです。優しく書いたらどうという。これもダメです。トントン叩いたらという。ダメです。血が出るまで書かないようにという。これもダメです。中には書け書けと煽る方もいらっしゃるので、煽ってはダメです。親の弱点が書くことだと子供に分かってしまいます。直接的に書いてはいけないとは言ってないですが、婉曲に書いてはいけないと言ってるのがこういうことです。目を描く赤ちゃんがいました。1歳できれいになったので、以降の受診はありません。目を描くようになったんですね。母親やっぱり目なので、何かいろいろしました。一日中相手できないからほっときなさいと言っても、地震のために下のまぶたの際が赤いんですね。描いているというのが母親にかなくっても分かりました。母親に、いい加減にしなさい。あなたが気にするから書いてるんですよ。吹っ切りなさい。と強く言って1ヶ月後、まぶたの際の赤みは消えていました。先生の言う通りでした。っていうふうにおっしゃっていました。構ってくれなければ、書いても仕方がないということを子供が学習したということになります。先ほどの2歳の子供は、なぜそこまで書かずに折れなかったのか。この子は朝起きた時から母親に、早く起きなさい。早く服を着なさい。早く食べなさい。早く早くと追い立てられていました。2時間かかったそうです、ご飯食べるのに。親が困ることをアトピーも含めてよーく知ってたんですね。親子のつながりが本来のつながりではなくなっていたのです。自由に書かせると、構ってほしいために書いていたのが減ります。母親たちは書くのが減ったと言います。書くことが当たり前と思えると、親は楽になります。夜ほっとくことができ、書くのもほっとくことができると、随分楽になるので、心から可愛いと思えます。自由に書かせてごらん。家の中に笑顔があふれます。その後に続きます。ありがとうございました。